こんにちは、はやんです。今回は読み出したら止まらなくなる漫画というテーマで紹介していこうかなと思います。漫画って一巻だけ読もうとかちょっとだけ読もうって言って読み出したら、結構止まらなくなっちゃったりすることってよくあるじゃないですか。今回は僕が今までたくさん読んできて、もうその中でも特にもう読み出して止まらんかったなっていう漫画を5つ持ってきたので紹介していこうと思います。まず1つ目がこちらですね。ライアーゲーム海谷忍先生、ヤングジャンプで連載されていて全19巻で完結済みです。ある日、正直すぎる女子大生神崎直のもとに現金1億円とライアーゲームの招待状が届きます。人を疑うことを知らない直は開始早々絶体絶命の状況に追い込まれてしまいます。そんな彼女が頼ったのは釈放されたばかりの元天才詐欺師秋山真一。正直者は嘘つきだらけのゲームを勝ち抜けるのか、読み出したら止まらない心理戦漫画です。ライアーゲームは一言で言うとシンプルなのに奥深いって感じですね。僕初めて読んだのが小学生の時だったんですけど、当時こういう心理戦のゲーム系の漫画を読むのは初めてで、そんな自分でもゲームの内容がスッと頭に入ってくるぐらい結構ルールは簡単なものが多いんですよ。でもその中に協力とか、裏切りとかいろいろな心理戦が入ってきて複雑になっていって奥深くなっていく、そんな漫画ですね。もう正直もうこっから逆転なんて無理やろみたいな状況に追い込まれるんですけど、そこから予想外の方法でゲームに逆転していくんですよね。もうそれがもう気持ちよすぎてもうページをめくる手が止まらないですね。でゲームが終わって、結構すぐ次のゲームが始まるんで、もう気づいたらどんどん読み進めていっちゃうような漫画ですね。結構このジャンルの漫画あると思うんですけど、ライアーゲームは全19巻完結なんで、短すぎず、かといってそんなに長いわけでもないんで、休みの日とかに一気読みできて読み応えもあるんでめちゃくちゃおすすめです。今アニメもやってるんでぜひチェックしてみてください。はい、次がこちらですね。私と脱出しませんか。作者陽波先生、監修スクラップ。サンデーウェブリで連載されていた作品で全8巻で完結済みです。清楚で物静かでどこか近寄りがたいクラスメートの戸野さん。しかし彼女の正体は大の脱出ゲームオタクでした。何事も考えすぎてしまう常見くんはそんな戸野さんに巻き込まれる形で脱出ゲームの世界に足を踏み入れていきます。学校や街中などさまざまな場所で謎を解き、2人の関係も少しずつ縮まっていく超本格謎解きラブコメです。この漫画は謎解き×ラブコメっていう、結構新しいジャンルになってて、実際漫画の中で謎解きが出てくるんですよ。でそれを一緒に解きながら読み進めていくっていう形の漫画になるんですけど、その謎が結構面白くて難易度もめちゃくちゃ難しいわけじゃないから、もう一緒に解いていくのがめちゃくちゃ楽しいんですよね。で一巻の帯に書いてある謎がこんな感じなんですけど、こういう感じの謎が漫画の中でたくさん出てくるんですよ。その謎解きをしていく感じが楽しくて、もうどんどん読み進めていっちゃう感じですね。ただ謎を解くだけじゃなくて普通にラブコメ漫画としても面白いんで、ラブコメ好きっていう人にもぜひ読んでほしい作品ですね。でこの表紙のヒロインの戸野さんも、結構可愛いじゃないですか。で清楚な感じするんですけど、脱出ゲームをしている時の顔がもうこれです。このギャップがめちゃくちゃ面白いし、あと単純に好きなものに全力で取り組んでる姿勢もめっちゃ可愛いなって思いますね。1話読んでみてもらったら謎解きの楽しさがわかると思います。ぜひチェックしてみてください。はい、次がこちらですね。メゾン一国高橋留美子先生、ビッグコミックスピリッツで連載されていた作品で全15巻で完結済みです。舞台はオンボルアパート一国館。浪人生の五代優作は癖の強すぎる住人たちに振り回されながら騒がしい日常を送っていました。そんな一国館に新しい管理人としてやってきたのが若くて美しいおとなし京子さん。五代くんは一目で彼女に惹かれていくが、彼女には簡単には踏み込めない過去がありました。騒がしい日常の中で五代くんと京子さんの距離が少しずつ縮まっていくラブコメ漫画の名作です。はい、メゾン一国ですね。
メゾン一国はもうめちゃくちゃ有名な漫画なんで知ってる人も多いかなと思います。でもまだ読んだことない人もいるかなと思うんで、今回ちょっと紹介させてもらうんですけど、メゾン一国はもうラブコメ漫画の金字塔って言ってもいいんじゃないかなと思うぐらいもう名作だと思います。僕あんまりラブコメ漫画泣かないんですけど、唯一泣いたのがもうメゾン一国ですね。まずメゾン一国のいいところはもうラブコメとしてもうコメディ部分もめちゃくちゃ楽しいんですけど、でもそれ以上にドラマ部分が良すぎるんですよね。五代くんの人生とか、京子さんの過去とか設定もめちゃくちゃいいし、性格ももうほんまに人間味あふれる感じでめちゃくちゃいいんですよね。京子さんめっちゃ美人でもう性格も完璧そうに見えるんですけど、実際はそんなことなくて、ちょっと面倒くさい部分もあるんですよ。でもそこがめちゃくちゃいいんですよね。時代も今とは違って簡単に連絡が取り合える時代とかでもないんで、そこでのすれ違いとか、そういういろいろなことを経ての終盤のプロポーズのシーンですよね。あそこはもう僕何回見ても泣いちゃうんですよね。いろんな漫画でたくさん告白とかプロポーズのシーンってあると思うんですけど、メゾン一国のプロポーズのシーンはほんまに漫画史に残る伝説の名シーンだと思いますね。ただ言葉がいいとかおしゃれな言い回ししてるとかそういうわけではなくて、2人の関係とか、京子さんの過去とかを読んできた上でプロポーズのシーンを読むともう涙が止まらないですよね。であとはプロポーズのシーンだけじゃなくて、五代くんが、ある人にね京子さんをもらいますって言いに行くシーンとか、あそこももうほんまにやばいですよね。もう涙止まらんくなる。もうぜひこの漫画は一気読みしてほしい漫画ですね。15巻だけなんでもうすぐ読めると思うんで、もうぜひ一気読みしてもうこの感動を味わってほしいですね。はい、次がこちらですね。ドクターストーン、原作稲垣理一郎先生、作画ボイチ先生、週刊少年ジャンプで連載されていた作品で全27巻で完結しています。ある日世界中の人類が突然謎の光によって石化してしまいます。そしてそれから数千年の時が流れ、文明が完全に失われた世界で目を覚ましたのは科学が大好きな高校生石上千空。千空はゼロから科学の力を積み上げて石化した人類を復活させ文明を取り戻そうとします。石器時代のような世界で科学の力を使ってもう一度文明を発展させていくめちゃくちゃ熱い科学冒険漫画です。まずドクターストーンはとにかく世界観が壮大でワクワクするのが魅力かなと思います。もう全て失われた世界でゼロから文明をもう一度作っていくっていう過程がめちゃくちゃロマンあふれて、それがもうめちゃくちゃワクワクするんですよね。で、科学漫画っていうと、どうしても勉強系の漫画になってしまうんかなって思われがちなんですけど、もうドクターストーンはめちゃくちゃ王道の少年漫画でめちゃくちゃ熱いんですよ。文明が発展していく感じがもうめちゃくちゃ楽しくて、もうページをめくる手が止まらないですね。もうドクターストーンは、結構有名なんで、知ってる人も多いかなと思うんですけど、もう一回読み直してみるのもいいかなと思います。もう学びにもなるしめちゃくちゃ熱いもう最高の漫画なんで、ぜひチェックしてみてください。はい、次がこちらですね。アウターゾーン、三原真先生、週刊少年ジャンプで連載されていて全15巻で完結済みです。現実と空想の狭間にある未知の世界アウターゾーン、そんな世界を案内するのは謎めいた美女ミザリー。彼女に導かれるように普通の日常を送っていた人々が常識では説明できない不思議な出来事に巻き込まれていきます。幸せな結末を迎える話もあれば取り返しのつかない結末を迎える話もあります。不思議な余韻が残るジャンプの異色のホラー漫画です。はい、最後はもう知る人ぞ知る名作ジャンプのアウターゾーンですね。この漫画の魅力は、基本1話完結で話は進んでいくんですけど、その話が毎回面白いですね。もう1話だけでもほんまにオチがしっかりしてるんで、結構読み応えもあって満足できるんですけど、でも1話読み出したらもう止まらなくなりますね。確実に次の話が気になってもうどんどん物語の世界に引き込まれていきます。ジャンルで言ったらホラー系にはなると思うんですけど、ちょっと不思議なゾクゾクするような感じの怖さですね。読めば読むほどほんまにこれジャンプで連載してたんってぐらいもうジャンプっぽくはないんですけど、
当時アウターゾーンと一緒に連載されていた作品がドラゴンボールとかスラムダンクとか悠々白書とか、こういうほんまにレジェンド作品たちが並ぶ中で一緒に連載されていた。で巻数も15巻まで続いていたっていう事実だけで、この漫画がどれだけ面白いかっていうのが伝わるかなと思います。今でこそ結構ジャンプっぽくないというか王道な少年漫画ではない作品も結構大人気になっていたりしてますけど、当時は多分今よりも王道の少年漫画の方が受けてたと思うんで、そんな時代でも連載が続いてたっていうのがもう何よりのこの面白さの証拠になるんじゃないかなと思います。でも結構古い漫画なんですけど、もう全然今読んでも面白いし、っていうかもうどの時代でもこの漫画は人気出るんやろなっていうぐらい名作ですね。時代も人も選ばず誰が読んでも面白い楽しめる作品だと思います。もうぜひ読んでみてください。はい、ということで今回紹介した漫画はもうどれも読み出したら止まらなくなる漫画なんで、ぜひお休みの日とか時間ある時とかに一気読みしてほしいなと思います。どれも違った角度で読み出したら止まらなくなるっていう漫画を紹介したんで、次読む漫画選びの参考にしてくれたら嬉しいです。で読んでみた感想とかもぜひコメントとかで送ってください。もう皆さんのコメントがめちゃくちゃ励みになってるんで、もうぜひどんどんコメントお願いします。ということでこの動画が参考になった、面白かったって人はぜひチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。